皆さん、こんにちは。ブレンダーフェス 2024AW をご覧いただきありがとうございます。本セッションの MC を務めます VFX アーティストの涌井玲です。よろしくお願いします。こちらはブレンダーの機能の一つ、ジオメトリノードについてゲストのクリエイターの皆様に活用事例、習得方法、作品メイキングなどを語っていただくセッション、題してジオメトリノードマニアとなります。講義開始前に注意事項をご説明させていただきます。本講義は画面キャプチャによる録画・録音は禁止となりますので、マナーを守ってご視聴いただきますようお願いいたします。アーカイブ配信につきましては、後日準備ができ次第、ご登録いただいたメールアドレス宛てにご連絡させていただきます。また、本講義ではコメントチャット機能を利用し、皆さんからのご質問を受け付けています。皆さんの視聴画面下にあるチャット欄よりコメント、ご質問、ご自由にご投稿ください。それでは、本セッションのゲストをご紹介させていただきます。本セッションのゲスト、フリーランスイラストレーター、背景 3D アーティスト、平野寺さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。3DCG アーティスト、藤田翔さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、そして、YouTuber のバーバパパさん、よろしくお願いします。はい、以上のご参加方です。本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。では、一人ずつですね、まず、どんな作品を作っているのかとか、その辺を伺っていきたいと思いますので、平野寺さんから簡単に、自己紹介をお願いできますでしょうか。はい、じゃあ、始めていきたいと思います。ちょっと画面共有でお借りします。はい。で、ちょっと時間かかるかな。はい。で、始まりました。私は、平野寺と申します。何をしてるかと、もともと、イラストレーターをしてたんですけど、ある時ちょっと突然、ジオメトリーノードというか、最初はブレンダーやったんですけど、ジオメトリーノードに目覚めまして、それで、建物のジェネレーターを作るというところから始めました。この建物ジェネレーターというので、ずっと長く売ってるんですけど、今見せたように建物の外部、および建物の内部を作れる。そんな感じのちょっと楽しいジェネレーター。基本的には自分が楽しいって感じだったんですけど、でもそれをやっていく中で、お仕事としての 3D モデリングっていうのをやるようになってきたって感じですね。先ほど見せたような、伝統的な建築物の他に、今見せているような、SF 的な構造物っていうのも同じようにジェネレーターを使って作る。これもジオメトリーノードで作ってます。で、こういうふうに、植物、これは本当にマテリアルから葉っぱの形から全部プロシージャルで作るっていうチャレンジをした。そんな感じのものですね。そんな感じで、のことをやっていくうちに、現在、もう本当に、一応お仕事としても 3D アーティストっていう、背景アーティストですね。というのをやらせていただいている。そんな感じの、ものになります。ちょっとマイナーなこともあるかと思うんですけど、皆さんよろしくお願いします。ではちょっと一旦、共有提出させていただきます。よろしくお願いします。平野さんは以前のブレンダーフェスでも、ジオメトリーノードについて解説いただいたりとかしまして、はい。ちょっと今回はよりちょっと、ジオメトリーノードマニアということで、よりマニアックなお話も伺えるかもしれません。そうですね、マニアックな話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい。次に 3DCG アーティストの藤田翔さん、自己紹介をよろしくお願いします。はい。では、じゃあ、画面共有をさせていただきます。はい。はい。じゃあ、だいぶ前から建物とかそういう乗り物とかそういう機械を作ってる藤田翔と申します。で、作品としてはこういった感じで、一番最近の作品ではあるんですけど、ただこれも作ったのも結構2年前でずっとこういう建物とかを、ずっと作っているというような人間です。で、最初はこういうすごいアジアンカオスな街ばっかり作ってたんですけど、最近はちょっと別の動画なんですけど、こういったようなサイバーパンクな街を作ってたりとかですね。で、そこからさらに進んで最近はちょっとアニメ背景風の 3DCG とかシェーディングとか、そういったのをお仕事がてらフリーランスとしてやりながらX の方で公開させていただいているというような形になります。はい。というわけで、はい、以上です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。藤田さんもこのサイバーパンク的な作品のはい。はい。今回も他のセッションでもお話しいただいてるんですけど、今回はちょっとジオメトリーノードに絞ってお話しいただきます。はい。はい。この作品自体はあまりジオメトリーノード関係ない作品ですね。結構最近になってジオメトリーノード始めたみたいな、そういう人間だったりするので、今回は自主制作で結構ジオメトリーノードを使ってたりするので、それも踏まえてお話できればなと思っています。はい。よろしくお願いします。では、最後に、バーバパパさんの方から自己紹介をお願いします。はい。YouTube で、CG を使った MV やアニメーションを個人で
個人の趣味で投稿しているバーバパパと申します。作ってる作品なんですけど、基本的には、この、見てもらってるような感じのような動画で、ふざけたような動画を作ってるんですけど、そのふざけた動画を作る中で、基本的には、ほぼ全ての動画でジオメトリノードを使っていて、そういうちょっとふざけた感じの動画を作る中で、このジオメトリノードっていうのは非常に相性が良くて、随分多用させていただくっていうような感じでやらせていただいてます。基本的には、さっきの二方と違って、だいぶふざけたニュアンスのものが多いのがあれなんですけど、よろしくお願いいたします。よろしくお願いしよろます。しくお願いします。はい。バーバパパさんも以前のブレンダーフェスで、その時は、あれでしたっけ、ショートフィルム制作、なんかクロストーク会みたいなやつで確か出ていただいて、はい。その時も少しジオメトリノードを使ってるっていうお話があったんで、ちょっと今回そこをさらに掘り下げていけたらと思います。はい。はい。よろしくお願いします。ではよろしくお願いします。今回はですね、タイトルジオメトリノードマニアということで、ちょっとマニアックな内容とかも入ってくるのかなと思うんですけれど、どうですかね、皆さん的にそのジオメトリノードのなんか魅力というか、なんかこういうところがすごい便利で使ってますみたいなのってありますか？そうですね。私は、とにかく、後でちょっと多分動画見せながらの方が多分分かりやすいと思うんですけど、なんか、すごく、めんどくさがり屋というか、ある一つのセッティングを組んだら、例えばその街の一区画を組んだら、その街の一区画っていうのをどんどん広げていける。例えばその設定というのが結構膨大な広さっていうのがあったりするんですけど、それに対して、同じパターンのものっていうのを無限に展開していける。そこが魅力かなと思ってたりします。なんですけど、それ多分なんか、物見せながら説明した方が分かりやすいかなという感じはします。そうですね。僕もそんな感じで、多分バーバパパさんもそんな感じかなと思うんですけど、結構ジオメトリーノードって特殊な表現ができたりとか、工数削減っていう意味もあるんですけど、ただ、例えば、規則的な世界観を作り出すとか、僕の自主制作だとまさに今そういうことをやってたりするんですけど、なるほど。そうですね。そういう、そのならではの表現みたいなのも結構あって、僕は結構好きで使ってたりしますね。もう本当に僕も同じような感じで、そうですね、ジオメトリーノードを使うと、なんかオブジェクト1個、キーフレームを使って動かすみたいなところを、パラメータを動かすだけですごい全体的にダイナミックな表現ができたりっていうところが、自分の動画スタイルと合ってるっていうのもあって、すごい好きなところがあります。そうですね。あと、そうですね。ちょっとあんまり長くなってもあれなんですけど、私が魅力的だなと思うのは、それと、あとなんだろう、自分がモード作ってる時に、一見ランダムとか、一見なんか、いろんなパターンを作ってるように見えて、実はその数学的な法則性というのを自分で理解して支配しているというか、なんかその空間の法則を作り出しているっていうのがあって、その法則性、モデリングというのは法則性のモデリングみたいになってるとこっていうのがすごく魅力があるなと思ってますね。そんな感じです。なんですけど、とりあえずなんか見せた方がいい。そうですね。ちょっとじゃあ、この流れで、一人ずつですね、活用事例とか、そういったところについて、作品を見ながら、より具体的にお話ししていければと思うので、まずは平野寺さんの方からよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ、またもう一回ちょっと画面共有させていただきます。はい。もう早速マニアックに。はい。すみません。ちょっと一番マニアックというか、なんかオタク臭い人間なんであれなんですけど、これ何かっていう話なんですけど、これちょっと一般的ななんかそのゲームとかによく出てきそうな、中世のヨーロッパの村風の背景っていう感じになるんですけど、これだけ見ただけじゃ何やねんって感じだと思うんですけど、これ実は何かっていうと、すべてのパーツがジオメトリーノードによって組まれている。そんな感じのあれになります。で、これ何のために作ったかっていうと、ちょっと実はジオメトリーノードの解説本出したいなって思っていて、なんで、ちょっとこれ、試しにちょっとジオメトリーノードを、実際にジオメトリーノード作られてるかどうかっていうのを見せられると思うんですけど、こんな感じで、すべてのオブジェクトが、ジオメトリーノードで作られる。そんな感じのものになります。なんで、こうやって、
一見こうすごく複雑そうに見えるんだけど、すべてその単純なその操作性、そのプリミティブを変形させることによって作ってる。実際でもこれだけ見ただけではちょっとパッと見分かりにくいと思うので、ちょっとはい、バック、あんまりこうさせてベラベラ喋ってもなんなんですけど、ちょっと早い、高速で流したいと思うんですけど、ちょっと作業動画っていうのをちょっとお見せしたいと思います。ちょっと最初にちょっと風景こんなのっていうのをちょっと高速で撮ってるっていう余計なことですね。一旦これ、あれですね。これ5倍速ぐらいで出してます。これ、地形っていうのをこう自動で形成するっていう感じですね。だから今ちょっと線で見えてるのはプリミティブなんですけど、プリミティブを呼び込むことで自動で風景の、そのフィールドを作っていく。フィールドって結構めんどくさいなって思うんですよね。こういうのって、すごく、あれが、あと今、フィールドっつってもその、アイレベルのフィールドとか作ってるんですけど、そういうのを含めて、あとは今ここで建物を実際にじゃあ、作っていく。で、これ何やってるかっていうと、その建物のひな形というのが存在していて、一個建物のひな形というのが存在していたら、ひな形に対して空間構成っていうのは無限に存在し得ると思うんですよ。なんですけど、それに対していろんな形っていうのをそのパーツアセットというものから作り込んでいる。それによって、例えば本当に漫画の背景とか、アニメ、映像作品っていうのは、いろんな風景っていうのが必要になると思うんですよ。なんですけど、こんな感じで、いくつかの少数のひな形から無限の風景の可能性がある。それと同時に、あと、これってすごく私、あれなんですよ、昔、バニッシュドっていうゲームがあって、あれすごく好きだったんです。街づくりゲーム、中世の街づくりゲームがあったんですけど、だけど、それと同じような感じで、自分が作るモデルを作っていける。で、しかもね、そのルールっていうのを全部自分が理解しているっていうのが、ちょっとそれがすごく楽しいなっていうのがあって、そんな感じですね。そんな感じで、例えば本当石垣もモデル、要するにジェネレーターで、これは立体的な石垣になってるんですけど、それもこういうプリミティブから作っていく。そんな感じですね。これ、で、あと、これは道を、例えば自由に変形したりとか、あとは、そうですね。橋をちょっと増やしたいなって思ったら、ちょっと増やしたいな、橋を増やしたいなって思うだけで、橋が増えちゃう。あと、木も当然のように、プロシージャルに作ってるので、ちょっと増やしたいなって思ったら増やす。あとは、これはまた建物作ってるんですけど、直角方向の建物しか作れないんじゃなくて、ちょっと斜めになってても同じように建物を作っていける。そんな感じで、とにかくいろんなプロセスっていうのを全部システム化することで、こうやってどんどん風景っていうのを広げていく。そんな感じのアプローチっていうのをやってます。で、これ実際、今3DCG で仕事をしてて思うんですけど、普通に仕事というプロセスとしてもかなり強力なプロセスっていうふうに自分ではちょっと考えてます。だから、要するに、結構風景っていうのは全然広いんですよね。なんです。必要なものって広いんですけど、だけど同じパターンっていうのでありさえすればいいっていうことは結構あって、こういうのをやっていける。そんな感じの、まずはそうですね。だから実際に本を出したいので、理想としてはこれを全部解説で、ユーザーが作れるようにしたいなって思ってるんですけど、ちょっと難しい内容も含まれてるんであれなんですけど、そんな感じの、ことをやってます。これでなんとなくジオメトリーノードで風景、建物を作る動画っていうのは結構出したりするんですけど、建物だけじゃなくて、総合的に風景っていうのを全部ジオメトリーノードで作っていく。それによって、ちょっとゲーム的に気軽に楽しく風景広げていけるみたいなのがあるっていうのが、私にとっては面白いなというふうに考えてます。そうですね。僕の平野さんのアプローチの好きなところは、背景をポチッとワンクリックで全部作るんじゃなくて、拡張性があるというか、自分で、ここはこうしたいっていうところに従ってある程度できるじゃないですか。メッシュを置いたらそこに道ができてとか。そこの、あれですね。ちょうどいいですね、そこが。はい。ビレッジジェネレーターとかいうのを作ってる海外の方とかいて、それだとすごく決まりきったものが作られちゃうみたいなのがあって、でもそれだと多分映像作品作りたいとか、自分で絵作りしたい、漫画作りたいとかいう、そういう時に、ここはこうなっててほしいっていう微妙な要求に応えられるんです。それ考えると、こういう感じで自由なアプローチっていうのができるのがいいなっていうふうに思います。
だからジェネレーターじゃなくてツール寄りっていうことですよね。多分なんかその背景を作る意味上で箱を並べたらそれが家になるとか、ただそれはジェネレートするわけじゃなくて箱を家にするツールという、まあそういう使い方のジオメトリーノートなので、なんかその辺は結構映像系にもなんか使えそうな感じだなと。そうですね。まあ、現に今ちょっと映像系っていうか、まあ、ぶっちゃけアニメ系なんですけど、はいアニメの仕事してるんですけど、もう全然なんかこう、まあ、これって本当になんでこれ作り出したかっていうと、結局、漫画を一時期描いてた、まあ、漫画家もどきみたいなもんなんですけど、やった時に本当に辛くて、絵作り、背景の絵まで全部自分で作り込まなきゃいけないっていうのが、なんか本当に追い詰められる感じがしてたんで、だけど、まあこういう一個ひな形作るのはそこそこ大変でも、一個ひな形作ったらそれを無限に広げていける。まあそれが、例えば個人制作とかの時って、すごく個人で何か大きなものを作りたい、自分のイメージ広げたいっていう時に、まあそういうアプローチができたらいいなって思って、まあそもそもなんでジェネレーター作って売ったかっていうと、その時ですごい漫画家ってほどのことはやってないんですけど、漫画描いてる時すごい孤独で辛かったっていうのがあって、まあ、そういう時に自分がそういう感情を救いたいみたいな感じのあれがあってやったって感じがしてます。だから本当そういう人の助けになるなら全然あるよ。私は嬉しいですって感じです。なんか結構複数人で会話してるところのカットとかって、その人それぞれこう背景変わってないといけないじゃないですか、漫画って。例えば、こっち側向いてるって、次の人はなんかこっち側向いてて、みたいな感じで、はい、そういう時にいちいち絵が必要じゃないですか。そういうのって本当に、それだけですごい、一人でやってると、それだけで絵描いたりとかすると、それだけですごい辛いですよ。でそういうのを、ある程度自動化できる。だから、本当にだから私の用途、最初に考えた用途としては個人でやるっていう目的だったんですけど、でも意外と、じゃあそういうのって別にプロダクションみたいなのでも全然普通に有効だなっていう、なんか、そういうアプローチをできるっていうことが、普通にまあ、どういう仕事の仕方するかって人それぞれだと思うんですけど、いろんな場面にこういうプロシージャルっていうのが武器になるなって思ってるっていうのが結構ありますね。このちょっと右下の今、ジオメトリノートのパネルがあると思うんですけど、ここでどういうのを調整できるようになってるんですか、そうですね。まあ、例えばですけど、まあ、これ、あんまりいろいろな調整あれなんですけど、例えばですけど、これってこういう斜めのラインとかって、あとこういうのですね、ランダムなんですけど、こういう感じでランダムにあれが入ったりとかしますね。あとは例えばですけど、モジュールスケール、まあ、いじれるのがあんまないというかないんですけど、例えば奥行きが変わりましたね、今。とか、まあ、こういう感じで、あとは屋根のマテリアルとかの、どうしようかな。屋根のマテリアル。まあ、例えばですけど、あんまりいろいろいじるとなんかわけわかんなくなっちゃいそうなんであるんですけど、今ちょっとめっちゃ細かくなりましたね。まあ、こんな感じで、まあ、本当に自動マテリアルみたいな感じでやってるんで、なんかこう、そういうのをこう自動でいじっていく。まあ、だからこういうふうに、どういうふうに計算をすれば、こういうふうに屋根っぽいマテリアルの貼り方ができるかみたいなことを考える必要はあるんですけど、でも一個このシステムを作ったら、まあ、割といろんな屋根について、この解が使えるな、みたいな感じで、それによって、なんか一つこういう、UV 展開をするっていう作業から人間が解放されるっていうのはすごいなんか、すごい、なんか、文明は発展しているみたいな感じがあって、なんかすごい、あれですよね。私的にすごい。あれですよね。ヒロノジさんって、はい、植物とかもそうですけど、なんか形状からこう、なんだろう、はい、数式にこう分割していくのがうまいっていうか、ありがとうございます。多分そこが、やっぱり、ジオメトリノード、向いてるポイントだと思うんですけど。まあ、だから植物、まあ、例えばこれ植物もジオメトリノードでやってるんですけど、まあ、これ一見すごいランダムな形っていうふうに見えるんですけど、まあ、実際にはこれ、ね、どういうものかっていうと、まあ、ある程度フラクタル図形。要するにちっちゃい構造と大きい構造が同じ構成をしているっていう、まあそういう感じの構築になってますね。まあそういう構築によっていろんな植物っていうのが実はそういう形で、フラクタル図形という解釈で作れる。だから例えばこの葉っぱ、今生えてるこの辺の葉っぱと、この植物、木っていうのは全然パッと見同じには見えないんだけど実は同じ構成で作っている。例えばでもあとフラクタルっていう話ですけど、まあここにちょっとノードがあるんですけど、まあこ
これちょっとパッと見よくわかんないと思うんですけど、こっちが枝分かれを示して、こっちが一本の、枝を示してるんですけど、枝分かれ構成っていうのをここに再現することで、実際、あれが植物の形っていうのは枝分かれっていうのが表現される。そういう感じで、フラクタル図形っていうのを作ったら実際植物に見えちゃう。それすごいことだなって思うんですよ。なんか、その細かいノード構成はちょっとパッと見だと理解はできないんですけど、なんかその構造を見て、左側が幹になってて、右側がその枝になって分岐してる感じっていうのが、そうですね、ノード自体がすでに。これが、あれなんですよ。こっちが幹で、こっちが枝葉で、それがあれになってるっていう。そういう構築になってる。グループは同じ機能が何個も連なってるという。そうですね。これは同じ、要するにその枝を生やすっていうノードと、これが、枝を作るっていうノードで、枝を生やした先に枝を生やすってやったら、一次元フラクタルになるじゃないですか。で、二次元フラクタルって感じで、そのフラクタルが連なっていくみたいなのを、このノードで表現してます。で、それが実際実際木っぽい形になってしまうっていうのは、それがなんか面白いことだなって思うんですよ。こういう木の感じのノードってすごい処理が重くなりそうなんですけど、その辺ってやっぱ最適化されたりしてるんですかね。そうですね。木の処理意外とこの形を作るだけなら重くないんですけど、これ実際にちょっとこれ結構メッシュ数多くなっちゃってるんですけど、だけど、例えばですけど、現実に例えば、あれじゃないですか、モデル買ってくるじゃないですか、木のモデルって。そうすると、メッシュ数多すぎ、これやべえってなるんですけど、例えば自分のノードで作ると、先端の枝は消しておく。ただし、枝から生えた葉は残しておくみたいな、そういうメッシュ数を食う場所だけ削っておくみたいな、そういうことができちゃうんですね。だからそれによって見た目はすごいハイポリっぽいけど、でも実際に言うほどハイポリじゃない木みたいなのが作れたりする。そんな感じですね。あとはなんか僕の話になっちゃいますけど、結構インスタンスを使うためにジオメトリーノードを使ってるみたいなところもあったりして、なんかインスタンス複製ってブレンダーだとすごい軽量に複製できる方法なので、なんかそれをしたいがためだけにジオメトリーノードを使うみたいなところもあるので、なんかそういう工夫もしやすいですよね、軽量化に関しては。そうですね。なんかだからちょっと私、これ例えばこの葉っぱなんですけど、葉っぱはなんかインスタンスで複製すればいいんですけど、なんか風に、実はこれアニメーションさせると風になびくっていう余計な、アニメーションさせないのになんか余計なシステム作ってるんですけど、こういう感じで、メッシュ数多くなるけど、風の表現みたいなのまで配置するのに入れてしまうっていうような、そういうやり方もできるし、でもそれって結構負荷がかかる方法なんで、そうじゃなくて、例えばもうちょっとあれですよね、なんだっけ、ビルボード配置みたいなのっていうのも、同時に、ジオメトリーノードで扱える。だから、しかもそれが同じようなシステムとして、例えばカメラに近いときは、リアルなものを置いて、カメラから離れるとビルボード配置をするみたいな、そういう感じのシステムすら別に自分、ジェネレーター、1個のジェネレーターの中でも設定できてしまうみたいな感じですね。こんな感じのことができたりするかな。そういうのを自分の表現したいところに合わせて、細部のディテールの様相っていうのを変えていくみたいなことができる。それもなんか魅力的なところだなと思います。なんかカメラの、映ってない範囲には草を生やさないとか、そういうのもありますね。設定できるじゃないですか。はい。なんか、そういう拡張性があるのも魅力ですよね。そうですね。なんかそういう、だからどうしても、ブレンダーやってるとどうしてもメッシュ数っていうのは結構、敵というか、戦わなきゃいけない部分っていうのはあるんですけど、それでもそういうのに対しても、なんか対応する手段っていうのはいっぱいあって、それをある程度やっぱ自分で考えなきゃいけないっていう部分はあるんですけど、特にベクトルとか使って、そういうのまで含めて、なんか、でもそういうチャレンジっていうのが、自分にとっては結構楽しいっていうのがあって、それでやっていくのは、なんか、割と好きだなって感じですね。寺野さんってどのようにジオメトリーノードを習得されたんですか？基本的には私はあれですね、YouTube の海外のジオメトリーノードの解説っていうのを見たんですけど、見て、一個、いろんなのを、あれ、やっていく中で覚えたんですけど、だけど、それだけだと覚えられないので、とりあえず、最初本当に分かんなかった時は、とりあえず全部の操作をメモ帳に書き出しまくって、で、それで、しかもそこにこれはこういう理由でやってるんじゃない
ないかなみたいな感じのメモをネチネチ書き出してたんですよ。それやることで、なんか自分が理解してることっていうのが、なんかどこまで理解してるみたいなのがフィードバックができることによって、なんか、まあそれで覚えられた。まあ、基本的には向いてたからっていうのところはあると思うんですけど、まあそれではなんか、そういう、なんか、自分にとっての理解っていうのをなんか形にして書き出しておくこと。それが例えば本当にすごい複雑なことじゃなくてもいいので、まあ、それによってなんか割と覚えられるかなみたいなのはあります。もともと理系ですもんね。そうですね。私は理系なんで、まあ理系だからこそっていう、まあ部分もあるっちゃあるかなという気はしますね。まあ、そのなんか理系的な考え方と絵作り的な考え方、両方持ってる人はすごい向いてますよね。多分。そうですね。はい。今回みんな理系なんですよね。そうなんですよね。はい。おそらくババパパさんもそうであればそうどちらかというと理系ですね。そうですね。まあだからやっぱり理系、僕もシステムデザイン系の学科、大学でしたけど、なんかそういうシステムデザインとか、あとプログラミングとかそういう考え方、プロシージャルって手続き的っていう意味ですけど、その手続き型でいろいろ考えられるとなると、やっぱりノード関係全般的に強くなるイメージはありますよね。そうですね。まあプログラミング的な考え方ができる。まあ、一つちょっと負荷はかかるんですけど、そのものを考える上で、まあ、それさえできれば、なんか、あれですね。まあ、で、基本的にモデリング、この辺のモデリングっていうのは全部高校数学の範囲を理解していれば、まあ一応理解できるとこなんですよ。なんで、まあそこ、まあ要するに本当にあれだなって思ってて、高校生とかって、まだ全然いろいろ頭が柔らかくていろいろ覚えられる段階で、こういう数学的な能力ってのを身につけておくと、本当に若い段階でいろんな武器が手に入っちゃうぞ。しかもそれを実現できるジオメトリーノードっていうそれがあるっていうのは、それはすごいことだなって思うんで、本当に若い人にはもう、なんか今がチャンスとかにすごい頑張ってほしいなって思って、まあそれで自分が本出してどうなるってわけじゃないんですけど、まあそんなんで活かしてくれたら嬉しいな、みたいな思ってます。そんな感じですかね。そうですね。なんか数学、よく言う高校数学何に使うのみたいな。あるんですよね。要するに、なんか三角関数なんて人生の役に立たないじゃないってことよく言うじゃないですか。だけど実際にはそんなことないんですよ。これめちゃくちゃ三角関数とかベクトルとか使ってますから、だから本当にまあ少なくとも 3D アーティストになりたいんだったら、もう高校生チャンス。っていう。そうですね。なんか、しかもその時理解できなくてもいい。何の役に立つか理解できなくても、そこで覚えたことっていうのは全然そこから後になって役立つから、だから本当にそこでできる、しかもそれを実現できるツールが今手に入ってるって本当にすごいいいことだなって思う。本当に。そうですね。なんか、こうやって誰でもインストールしていじりながら覚えるってこともできますし。そうなんですよね。それが本当にこう、いい。ちょっと私は結構まあずっとイラストレーターとか、その前に会社員とかやってて、その後で、あれってなったんで、まあ、羨ましいなって思うこともあるんですけど、まあでもそれはそれでいいかなって思って、本当若い人の役に立つんならむしろ私は嬉しいです、みたいな感じですかね。ありがとうございます。多分、はい、このシーンの解説とかを、本で、まあそうですね。だから、基本的にまあ、まあ、ちょっとここからどうなるかってちょっとまだ全然自分でやってるだけなのでわかんないんですけど、まあ基本的には例えば木とかのは本当にこの通りのものっていうのを作れるように、しかもそこで、裏で働いてる原理ってどんなものか、例えば建物とか、みたいなのまで含めて、まあ本として解説に載るっていう、まあそういう感じのものを作れればなっていうふうに思ってるんです。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ、ちょっとですね、時間もなかなか今日はあまりないので、はい、ちょっと次の方に行ければと思います。はい、じゃあ一旦ちょっと今日はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ちょっといろいろ細かいノードのこととかもっと聞きたいんですけど、皆さんぜひ、平野さんが出されるという本を、この後情報が、まあ、はい、出てきたらチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。動画の途中ですが、ここで CG ワールドよりお知らせです。今月3月28日土曜日、29日日曜日の2日間、シリーズ第6回目となるブレンダーフェス 2026SS を開催します。モデリング、コンポジット、ジオメトリーノード、AI 活用など、著名ブレンダーアーティストによるテクニックやワークフローを学べるセッションを全16セッションご用意しています。現在、早期割引チケットも販売中ですので、ぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。それでは引き続き、
ブレンダーフェスセレクションをお楽しみください。はい。では、次に藤田さんの方から、はい。活用事例を伺えればと思います。はい。じゃあ一回画面共有をします。はい。こちらですね。今、自主制作をちょうど作ってるところでして、で、これ本格的に今回、ジオメトリーノードの方をたくさん使ってやっていこうかなと思っている、ところです。で、今回ちょっとお見せするのがこの劇場のシーンなんですけど、この、たくさんまず椅子が並んでると思うんですけど、これは全部ジオメトリーノードで並べたものでして、だからここにプロパティのところから、ジオメトリーノードは見れるんですけど、こういったような、例えば、数とかですね、この辺をいじったりとか、横の列の数をいじったりとか、で、劇場も結構観察してよく見てみると、劇場にもよるんですけど、この互い違いに、その人の頭の間から映画が見れるようになってたりとか、そういう細かい工夫というか、そういう特徴もあるので、そういうのを作りながら途中でやり直しできるような形で、可逆的な形で作業を進めたいなってすごい思ってたので、今回、ジオメトリーノードを使ってやってみました。すいません。例えば、こういうのって、例えばそうですね、実際カットにしてみたときに、自分の、その座ってる人の前に頭があったら邪魔だな、みたいなことってきっとあると思うんですよね。だから、そういうのが、細かくでも一旦配置したら、それって、普通に作ってたら一旦配置したら、そうそう動かせるもんじゃないっていうのがあるから、それができるって、それは結構大きい、自分がカット作りながら、その配置の検討までできていくみたいな。しかもかなり複雑な配置をしてるって感じなんで、それってすごいことだな。すみません、余計なこと言って。いや、全然。でもまさに、おっしゃる通りで、作っていくうちに、今回作りながら、モデル作りながらコンテ作るみたいな全部を同時進行でやってたんですよね。だから、この劇場を作った後に、この、例えば、一列いらないなとか、そういうのを思い浮かんだ時に、ただめんどくさいからな、みたいな感じで、ちょっとクオリティがおろそかになるのが僕はちょっと嫌で、だから全部可逆的にもうすぐに一列削除できるし、すぐに言ってしまえばこれも全部インスタンスなので、元のモデルをいじれば全部例えばこの辺のシワの具合が変わったりとか、この肘掛けのサイズが変わったりとか、そういったものも後から調整できるというような形になっているので、そういう可逆的な方法で作るという意味でもやっぱりジオメトリーノードで作るっていうのがすごい大きくてですね。で、あとはちょっと端っこのこのサイドの話にはなるんですけど、例えばこのように、上から見ると若干角度が変わってるんですよね、この椅子の。こういうのって手で一個一個やるとすごい大変じゃないですか、もうこのすごい量しかもあれだとか、しかも場所によって角度が違うんですね、これ。そうなんですよ。だからこれとか、これだいぶ適当なノードなので挙動が怪しいんですけど、こういった感じでこの端っこからインデックスの値に応じてどんどん回転の回数が増えていくみたいな、そういったノードをここで作って、で、最後にここから例えばこの列だともうちょっと回転させたいなとかだとここで調整できるようにしたりとか、これも最初こっち作ってこっち作ってみたいな一個一個モデルを置いて回転させてってやってると、もう後から調整するのがすごい大変だなと思ったので、こういうのは全部ジオメトリーノードを使って一括でやるように。これやるだけですごい一仕事になっちゃいますので、そうなんですよ。座席の配置をするとか、しかもそれを一人でやるってなるとかなりあれだと思うんですよね。大変な仕事だなっていう感じがして。階段のところアレノードとかでやると大変ですもんね。なんですか。ごめんなさい。あれノード、要するに配列ノードですね。配列でやると大変ですよね。配列でやるとやっぱり単純に並んじゃったりとか、やっぱり挙動がちょっと単純すぎるっていうのがあるので、この例えばちょっとずつ回転させるだとか、あとはまさしく先ほどもちょっとお話ししたようなインスタンスで複製できる、軽く複製できるっていうのも、一つジオメトリーノードのメリットだなと思ってるので、そういういろんな機能があるところがやっぱりジオメトリーノードはいいですよね。こちらではやらないのかもしれないけど、例えば、まばらに観客が入ってる絵を作りたいとか言ったときに、ランダムに観客が入ってる椅子にするとかもできますよね。そうですね、おっしゃる通り。だから、ここには、メッシュのラインというか、ポイントのラインが並んでるという状況になるので、だから、このポイントのところの、この椅子の座るところのあたりにちょっとポイントを乗っけて、で、そこに、人の座ってるモデルを、インスタンスがランダムに配置されるようにするとか。同じ場所に配置するみたいなこともできますね。そうですね。だから、そういった後付けの機能がすごいたくさんジオメトリーノードはできるっていうところがいいところですよね。だからそこから生まれてくる表現みたいなのもたくさんありますし、あとは普通に工数削減で役に立ってるっていうのもありますし、だからそういういろんな魅力があるとは思いますよね、ノード、ジオメトリーノードには。バーバパパさんがバーバパパさんからさっきちょっと言いかけてたんですけど。ね、この
そうです。階段のところって、さっきはいクリックされてたら、普通にオブジェクトでしたよね。これですか？はい。で、平野さんだと、なんかもう完全にジオメトリーノートでっていう感じやって、まあ、なんか、はい。この階段ごと全部含めて、椅子にするか、椅子はジオメトリーノートで、あとはモデリングしてっていう、なんかどれをジオメトリーノートでやって、どれを自分でモデリングするかっていう、はい。判断の境目みたいなんてあったりします？そうですね。まあ、今回基本的には普通にモデリングでやってて、だからこの箱全体も普通にモデリングで、まあ、ミラーモディファイアとかベベルモディファイアとか使ってるんですけど、まあ、それくらいしか使ってなくて、ただこのステップも実は僕ジオメトリーノートで、これですら作ってまして、これノードはもう本当にこれだけの超単純なものなんですけど、これが先ほど言ったまあ、これそんなポリゴン数は多くないですけど、インスタンスで複製できるということで軽くできるっていうのと、あとはちょっとこれ1個だけ機能があって、このステップ2種類あるんですよね。低いステップと高いステップみたいな。で、それをこのチェックボックスでオンオフできるみたいな。それだけのためにジオメトリーノード簡単なのを作って、で、インスタンスをここにつなげて、で、オンオフできるようにするみたいな。まあそういった感じで使ってたりしますね。だからもう本当にそれくらいのことでもジオメトリーノードを使っちゃうような。ちょい使いいいですね、でも、ジオメトリーノードの。そうなんですよね。ちょい使いっていいと思うんです。なんか自分が考える自分の感覚に合わせて、ガチガチにジェネレーター的に組むこともできるし、そうじゃなくて、はいちょっとしたこと、ただし、それこそ座席の回転みたいな、すっごい実際やるとなって、一個一個やるとなったら、それだけで一仕事みたいなのを、全部あれでできるっていう、こう自分が考えた、自動化っていうのが、ちょっとずつ実現できるって、それすごいいいことだ、いいことだし、なんかクリエイティブだなって思うんですよね。はい、まさしく。で、あとちょっともう一個、実は紹介してないものがありまして、まあ、これ座席を配置するためにジオメトリーノードメインで使ってたっていう説明だったんですけど、ただ、今回の作品通して全体的に使ってるものがありまして、っていうのもこの線画を全部、背面法っていう 3DCG だと、ちょっとメッシュを膨らませて裏返しにしてみたいな、そういう線画の出し方があると思うんですけど、それを全部今回やってまして、結構被写界深度とか、あとはモーションブラーとかも線画にかかってほしかったので、だから全部、この背面法でやるという感じですね。なるほど。でも、本当にあれですよね。本当背面法って、背面法じゃなくてあれか、ジオメトリーノードじゃなくて、なんかあるじゃないですか、自動で、なんだっけ、線画を出すやつ。ありますね。はい、ありますよね。あれすごい嫌じゃないですか、重くて。そうなんですね。あれ、しかもモーションブラーとかもちょっと微妙だし、ピンボケとかもちょっと表現めんどくさいしみたいな。僕は今回背面法っていうキャラクターモデリングとかでよくされる方法でやってて、っていうのがジオメトリーノードでここになるんですけど、あれですね、ここからちょっと、ジオメトリーノードの話になると、ジオメトリーが入力されてきたのをちょっと2つに分けて、で、1つを押し出しして、反転させて、で、線画用のマテリアルを割り当てて、で、これオンオフのスイッチですね。で、それを最初に入ってきたジオメトリーと結合して、で、このようにちょっと寄ってみてみると。なんかこれあれなんだ。これ裏面を、背面オンリーのメッシュを別に立てるってやってるんですね、これ。そうですね。だからこういう感じですね。線画を大きくするとこのように。でも、その方があれですよね。多分なんだろう、背面方を、マテリアル設定でやると、結構なんか設定がわけわかんなくてめんどくさいなっていう感覚がちょっと自分的にあったんですよね。なんですけど、それをなんかだからマテリアルとしては単純に裏面のみ見える、表面から見た透明なマテリアルっていう単純なマテリアルを1個仕込むだけで、背面法が作れるってことですよ、これの。そうですね。だからもう全部ジオメトリーノードで単純にやっちゃってるので、だからその辺が全部プロシージャルなんですよね、その考え方が。で、それで何が良いかという話なんですけど、今回ちょっと工夫したのが、ここにセレクターというものがあって、これちょっと中身も若干複雑なんですけど、要するにこのチェックボックスされた中で一番大きな値を採用するみたいな機能を持ってるんですよね。しかもこれあれなんだ、カットごとにあれがあるみたいな感じなんですね。はい、まさしくそうで、カメラをアサインして、で、ここの数値が線画の太さなんですけど、太さを入力して、で、チェックボックスを押すことによって、その中で一番大きい値のチェックボックスの値でこの出力がされる。だから線画が描画されるという、っていうのをジオメトリーノードでやってまして、で、これちょっともう一個大事なところなんですけど、ここにあるのが、このカメラのオブジェクトをここから参照してるんですよね。で、これと、この線画のジオメトリーの位置の距離を取って、で、それをもとにこの押し出しを分けてるんですよ。だから要するにこれで何をされるかっていうと、このカメラが遠いところはたくさん押し出し
されて、はいはいはい。カメラの近く線をは、太くするみたいそう、な。そうなんですよ。やっぱりレンダリングすると近くは大きく、遠くは小さく見えるのが、まあ普通じゃないですか。遠近法があるので。だからそれの分も加味して、近くはちょっと線が細めだけど、奥に行くにつれてちょっと押し出しの厚さを変えて線画を太くして、で、カメラから見たら、手前の椅子も奥の椅子も全部同じような線の太さになるようにというか、まあそういった工夫をここでしてます。だからまあこれ今、はい、アニメだと円形になればなるほど、そのディテール単純化みたいなのが入る、それみたいな感じってことですね。そうですというよりはあれですよね、その背面法って、オブジェクト自体に直接その線画をつける方法なんで、はいはい、カメラから見たときに遠くのものほど線が細くなっちゃうっていう欠点があるのを、ですね。カメラとの距離取って、遠くのものは線を太くする処理を入れてるってことですよね。はい、おっしゃる通りです。で、そうですね。だからここの0から100は頭を置く 3.6 っていう名前のカメラなんですけど、これが、これですかね。多分この辺にあるんですよ。はい、このステージの真ん中のところに。だからこの一番近くの線画はもうすごい細い感じなんですけど、ただ一番後ろの方に行くと、もう後ろに行くとすごいちっちゃくなっちゃうので、その分線画が太くなるように、そういうような調整をここでノードで、まあ、逆数を取って多分これで正しいと思うんですけど、物理的にその逆数を取って離れれば離れるほどその押し出しの厚さを大きくして線画がカメラから見て一定になるような 2D の見た目になるような、まあ、そういった工夫をここのジオメトリーノードでしたというような感じですね。で、これだとやっぱり普通の背面法だとそういうことができないので、そのカスタマイズができないので、カメラに応じてとか、だからそういったことが。そういう時にいちいち多分その設定を、マテリアルごとに設定を交換していかなきゃいけないとか、はい、あとなんだっけ、押し出しとかの設定も、そのオブジェクトごとに設定していかなきゃいけない。でしかもそれだとインスタンスが使えないみたいなのと、本当にめんどくさい感じになっちゃいますもんね。そうなんですよ。おっしゃる通りで。だからそのめんどくささとか、あとはやっぱりそのカメラを参照するっていうのが一番確実なので、その全てのメッシュに対して、もう均一にプロシージャーにその遠近法を無視する形で線画を出せるっていう、まあ、機械的な処理ができるっていうジオメトリーノードの利点があると思うので、なんかそういうのをここで線画で実践できたのはすごい今回ジオメトリーノードの使い方として、まあ、今回の自主制作においては一番良かったのかなと思ってます。なんかあれですね、やっぱ映像作品作ってるならではのその必要性っていうのがある感じですね。そうですね。やっぱりその僕自身作ってるのが今回すごい 2D っぽい見た目を大事にしてまして、だからこの辺のシェーディングとかも、実は結構あんまりなんていうか 3D っぽくならないような、若干 2D っぽい。ですよね、やっぱり。そうなんですよね。おっしゃる通りで、なんかちょっとイラストっぽい印象を受けてくれたら嬉しいなと思ってて、なんかその 3D なんだけど 2D っぽい見た目っていう、まあそのコンセプトに沿う意味では、そのカメラから見た線画の太さが同じになるっていうのはすごい 2D の要素は一つだなと思ってたので、なんかそういうのをジオメトリーノードで実現できたのはすごい今回良かったところですね。そうですね。まあ私がちょっと電車がってしまうんですけど、あれですよね。ブレンダーというツールを使うことで、そのイラスト的なそのシェーダー表現っていうのができて、かつそれがそのジオメトリーとシェーダーっていうのをなんか連動して、なんかモデルを作っていけるっていうのは、やっぱりその、必ずしもそうブレンダーじゃなきゃいけないってことはないかもしれないですけど、でもやっぱりジオメトリーノード、ブレンダーならではのいいとこだなっていうふうにちょっと私は感じます。そうですね。だからこういうジオメトリーノードもマテリアルノードも全部いっぺんにまとまってるっていうのがすごいいいところですよね。だから今回はやってないんですけど、例えばこの辺の属性とかで、このジオメトリーのメッシュに格納しちゃえば、それをマテリアルから参照して、それを元にシェーディングするとか、まあそういった使い方も同じソフトの中でやってるからこそできることなので、なんかそういうノード全般の。メッシュに値を、そのジオメトリーから読んだ値を持たせちゃうみたいなのも全然できちゃいます。もう僕それだけのために作ってる時ありますね。そのジオメトリーから出力の間にその、名前付き属性格納を挟んで、やりますあれですね、シェーダーに、最終的にシェーダーで、マッピングとかいろんなのに活かすために、やってるって感じです。そうですね。だから結構そのジオメトリーノードにしかない情報みたいなのは僕は結構あると思ってるので、なんかそういうのも織り込みで全部マテリアルに持っていけるっていうのはすごい一つジオメトリーノードの使い方でいいところなのかなと思ってます。やっぱり個人で制作してるっていうことからこそ、いろんな情報に自分で全部アクセスしなきゃいけないっていうところもあって、その中ででも本当に、ある意味では個々が独立しないってことになるのかもしれないけど、でもやっぱりそれならではの強さってやっぱあるかなっていう感じ、そうですね。だからそういうのを今回自主制作ですごい、ジオメトリーノードを使ってよくできたなと思ったので、今回紹介させていただきました。はい。ありがとうございます。じゃあちょっと藤田さんの
ちょっといろいろもっと聞きたいこともあるんですけど、はいはい、最後にバーバパパさんの、活用事例を見られたらと思います。お願いします。と、僕が紹介させていただこうと思ってるのが、クリエイターズは勝負に出るっていう作品を、YouTube に出したんですけど、まあ、それのワンシーンで、まあ、基本的に画面に映ってるものすべてがジオメトリーノードでして、まあ、基本的にこの、なんかよくわからんこの建物が、メインになってるんですけど、まあ、これもちょっと今見てもらうと、なんか、すごいゴミみたいになってるんですけど、この、最適化のために、本来はこういう感じで全部メッシュになってるんですけど、それをちょっとでも、作業負荷を軽くしようと思って、こう、なんていうんですかね、この下の床とか、木の丸太の部分とかを全部ただの、この少ないシンプルなメッシュにするようにっていう、なんかそういう最適化の部分も含めて、なんかこのノードは作りました。で、そうですね。まあ、一番、この、ジオメトリーノードの、メインの機能としては、どこかな。でこんなちゃんと制御できるように作られてるんですね。そうですね。僕のは、この平野寺さんのとは全然違いまして、このノードでもう、これができるっていうスタンスなんで、これ自体のメッシュを見ると、なんかここにあった。この、ただのこのプレーンに、あれなんですね。プリミティブで作るとかじゃなくて、はい。本当にもう完全ノードでっていう感じですね。全部ノードで作るって感じなんですね。そうですね。まあ、あるあるかもしれないですね。使い回しとか一切気にせずに、もうここだけで使うっていう、なんかそういう発想のもとやってみたっていう感じですかね。で、なんかでもそうですね。要するにある種の規則性っていうのが作品性にそのまま生きてるっていうのが、なんかアートだなって、アートってなんかそういうところあるじゃないですか。自分の考え方っていうのを作るものも法則性にこう出す。でもそれがなんかバーバパフさんの世界になってるってのはすごいなって思うんですよ。もうノードありきの感じになってますね、これは。はいはいはい。多分普段あれですよね、そういうパラメーターのところにキーフレームを打ったりして、ああいう動きを作ってるってことですよね。そうですね、もろにそんな感じで作ってて、ちょっと、個人というか、一人で、一個ずつキーフレームを打つっていうようなやり方では絶対に間に合わないんで、そこが、だからあれか、回転とか、そういう一個ずつちょっとずつ個々のキャラクターとかにキーフレームを打つんじゃなくて、全部一つの、なんかある種の数式によって全体のシステムが数式によってコントロールされてるみたいな、そんな感じで動いてるってことですね。そうですね。これは、数式というよりかは、まあシンプルにノイズのテクスチャーですかね。だからそれを、パラメーターにして、オフセットの値だけを変えて、うねうね動くみたいな、こんな動きをしてもらうっていうような、なんか。でもノイズを使うって私もすごく、例えば今やってた風を吹かせるとか、あとは木の、ランダムっぽい形を作るとか、そういう感じでノイズを使って、ランダム感を出すみたいなめちゃくちゃやります。そうですね。でもそれがなんか作品性としてのあれに生きると、やっぱバーバパさんならではって感じがします。そうですね。うまいことハマってくれたっていう、もう本当にたまたま感が大きいですかね、これについては。なんかでもすごいカオティックな印象を受ける作品たちがこういうなんかちゃんと全部実は一つのノードによってこんななんか綺麗にパネルで分けられて制御されてるって面白いですね。パネルは綺麗に頑張ったんですけど、ノード自体はちょっと意味不明で、メインはこのなんか6個の多分この建物1個が1個じゃない、これ多分6種類のこのタワーを作って、それを一つのインスタンスとして使うみたいな方法をやってて、その中身自体はちょっともう不明なんでもう何が何だか分かんない感じですね。
こんだけこう複雑になってると自分でここに何書いたかってわかるんですか？もう、多分当時は分かってたと思うんですけど、もうこれはもうここで使い捨てっていう。繋がってないとかありますもん、だって結構。そうですね。ここで終わってますけど。だからまあ、とりあえず自分のやりたいように動けばいいやという、なんかそういう感じでやってるんで、まあでもきっとこれあれですよね。だからその、バーボンボさんの制作の過程がそのままこのノードに出てるってことですね。そうですね。なんか、面白い感じよって、ただ、足し算をいっぱいしてたら、もう意味不明になったるっていう、なんかそんな感じですかね。美しさを度外視して。ユーハラ出ますよね、ここ、綺麗に整理する人と。そうですね。私はどっちかっていうと、その、ノードは全部整理する派といっても、まあ、汚いといけないですけど。まあでも、でも僕もそうかもしれないですね。マテリアルノードとかだと特にどこで何が行われているのかわからないとシェーディングできないみたいなのがすごいあるので、それのつながりで僕はジオメトリーノードとかも結構整理する派かもしれない。あれな気がします。なんか要するにこの過程にバボバボさんのその作品性というか、作品、なんかその、ある種あれじゃないですか、その、なんかその時に一期一会な作品だと思うんですけど、一期一会な作品っていうのがこの、なんだろう、その過程の中にこういうのが使われることで、その、一期一会な作品を作るというもの、という考えの中で、このプロシージャルというのが使われる。それはそれで、だからすごい、なんだろう、必ずしもどれかが正解ってことはなくて、これもなんかすごい面白い考え方だなっていう、そういう感じ完全にパパさん系のノードの組み方してるんで、なるほど。いつも大体途中で、しばらく触ってないともう何が何だか分かんなくなるっていう。でもなんか、まあでもあれだよねなんか、要するにその、アートって本当に一期一会なとこあるじゃないですか。なんかもう私、何度でも使えるものとか思っちゃうんですけど、でもなんか、その、でもやっぱりでもそのあれだと思うんですよね。その時にしかできないものっていうものだと思うんですよね。まあ、あとははい、配布したりする人とかはやっぱ綺麗にしてとかありますよね。その人に渡してとか。まあ、要するに人に渡したり人に使ってもらおうっていう意識があるかどうかによって変わっちゃいます。この後ろのこのパイプも多分涌井さんのやつをパクってっていう感じだったんで、涌井さんの部分に関しては多分めちゃくちゃ綺麗になってると思うんですよ、嬉しそういう他の方のやつも参考にしながらっていうやり方で、はいあとこれですね。ここめっちゃ綺麗なんで、僕が組んだやつだ。はい。本当に助かりました、これは。でも、今見るとそんな綺麗じゃなかったです。思ったより。美しいですよ。これって作品のことについてなんですけど、なんか後ろのパイプを作ると至った経緯とか、なんかその着眼点とかってあるんですか？そうですね。このパイプは多分これ、これ大丈夫かな。これの、アドオンで、フィジカルアトモスフィアっていう、このアドオンの環境光をアドオンで作るやつがあって、だからそれを使った時に、この境目が出ちゃうんで、それをなんかうまいこと世界観と言いつつ、なんかでごまかせんかなっていうのを考えた時に、この後ろにパイプを置いてみたらっていうので、なんかそういう発想でやったような気がしますね。最初からこのパイプが必要っていうのではなくて、絵に合わせてっていう、なんかそういう流れやったような気がします。なんかそれをやるためにその涌井さんの配布されてたパイプが結構いい感じで使わせていただいたみたいな、そういう感じなんでしょうかね。そうですね。多分これの以前に自分で一回パイプのノードを作ったことがあったんですけど、配布されてるやつを見たら、やっぱりなんか自分でやってるのよりすごいちゃんとプロの人はすごいノードを作られてるなっていうので、さらに配布されていただいて、配布されていただいたんで、配布していただいてたんで、それを使ってより品質を上げるみたいなことができましたね。僕のやつは確かカーブに沿ってそういうパイプをランダムで生成するみたいな感じだったんですけど。これカーブのランダム生成されてるんですか？これカーブじゃなくて多分一回メッシュにしたんじゃないですかね、これは。メッシュを作ってみたいな。メッシュにして、なんかもう意味わからないやり方で。これを。そっかそっか。一度あれを、カーブを、そうですね、はい。こう、ランダム的な、ディスプレイスして、それをパイプにしたみたいな。そうですね。この、メッシュをカーブを、じゃないわ。メッシュをカーブにして、そのカーブをメッシュにするっていう、なんかそういうやり方を結構使いますね、僕は。ちなみにその元は何なんですか？元のジオメトリーは。
これも、ただ大の、元は何もなかったんですか？これってことですかね。じゃあ全部ジオメトリーノードでそのカーブというか、そうですねメッシュをはなるほど。もうそういうやり方でしたね、でもこれあれですよね、多分その、円をその、なんか、パイプ、ドーナツ型のメッシュにして、それをさらに、ディスプレイス、そのメッシュをカーブにして、ディスプレイスしてみたいな感じの流れ。そうですね、はい。だから、最初はその単純な形だけど、それがその、なんかノイズとかかな、挟むことによって、その複雑な形のようになっているっていう、そういう感じってことですね、これ。そうですね。このノイズをやることによって、このランダム感みたいな。でもよく見ると、太さもいろんななんかその辺の全部ランダムになってるんで、ちょっと自分でもどうやったかわからないぐらいの。でもあれですね、なんかその、本当にその、なんだろう、やっぱりあれなんですよ、単純な発想から始まって、でもその、出来上がる形がすごい複雑というか、その、なんだろう、はいはいなんか自然な形みたいになった時ってすごいなんか、なんだろう、ある種の、なんか、真理に至ったとではないんですけど、なんか、でも多分なんかその、バーバフォーさんのなんか絵って、なんかやっぱりあれがあると思うんですよ。なんか、なんだろう、なんか不思議な意味でのなんか、真理だ、みたいな感じの感覚があって、で、それってすごくその、なんだろう、そういう、ある種の単純な思考から発生したそのアプローチが生み出す感覚って感じがあるのかなって気がします。そうですね、もう意図してない、なんかそういうものができるっていうのが多々あるんで、まあそういう偶然性も自分の動画に生かされてるのかなっていう感じですかね。そうですね。やっぱその、ちょっと、感性を生かす上で、なんか、偶然性というものが、なんか、生きてるってすごい面白いな。藤野さん、問。どうぞどうぞ。なんか左上にバーテックスの情報か、ジオメトリーの情報がすごいありますけど、これも使われてるんですか？そうですね、この、スプレッドシートってことですかね。そうですね。はい、これは、そうですね、まあ例えばなんですけど、こはい。う、で、やったら出るかな。ちょっとこれは何の情報が出てるかわからないんですけど、これでこのビューアーのところにどういう数値が入ってるかっていうのを結構デバッグしながらって言ったらいいんですかね。なんかそういう何の情報が来てるかっていうのもちゃんと見ながらやるっていうのはやってるんで。それをもとになんか。私そのスプレッドシートを活かせたことがなくて、せいぜいなんかメッシュ、なんかメッシュ多いぞみたいになった時にチェックするぐらいしか使ってないから、そういう使い方もあるってすごい面白いなって思います。なんかちょっと、エンジニア感がある使い方だなって思います。逆にここは使われてなかったんですね、皆さん。僕も使ってなかなかったですね。まあ、ゼロではないですけど、ほぼ使ってないみたいな、そういう感じで。ちゃんとアトリビュートが出力されてるかどうかチェックするのに、ちょっと数字、ちらっと切り替えてみたりするみたいな感じの使い方しかしなかったかな。まあ、これはちょっと、さすがに分かりにくいんですけど、なんか、ブーリアンが、でもありますよね。あれやと、かなり分かりやすくなる感じなんで、そういうのでは便利かなっていう感じですかね。なるほど。もしかしたら、ちょっと、今聞けてないんですけど、皆さんが使ってて、僕が使ってない機能みたいなのがすごいありそうなんで、そういうのがあったらすごい気になるんですけど。みんな独学だとそうなりますよね、結構。そうですよね。そうですね。なんだかんだ、知らなかったさ、全然知らない機能とかも全然ありますからね。結構僕インデックス番号とか分かんなくなっちゃうんで、その左上の、シートはそういう時使ってましたね。僕だったらもう力技でそのインデックスだけ消すノードをとりあえず追加して消えたやつがこの番号だみたいな、そういうもうそのスプレッドシート使わないで。でもなんかあれですね、例えば本当にインデックス使うとかいう時には、例えばその、なんだっけ、私面重点ツールっていうのを自前で作ったりして、そういう時にその、なんだっけ、4頂点面のその4頂点にそれぞれ広げるみたいなことやってて、そういう時にその、どれがどのインデックスだみたいなチェックとかってあります。あるはあります。もうそういうツールを作るってことですか？もうそうですね。私がやったのはその面重点のなんだ、テッセレーターっていうツールがあるんですけど、実際、だけど、それ、ノード上で使いたいなってなって、それを自分で、どうやったら面重点でできるだろうって思って作ったって感じですね。すいません。余計な話ですよ、これは。本当に。なんかでも、バーバパパさんが意外と、カオティックな作品をこんなにシステマティックに作ってるんだっていうのが面白くて。ありがとうございます。それはすごい本当になんか、
要するにシステマチックに作るからこそ出来上がるカオスっていう、なんかか、もしれないですね。そんな感じします。ちょっと手作業でやると、ここまで意味不明なものができるかっていうと、ちょっと怪しいところであるんで、そうですね。パコさんなんか他に今、もっと紹介しておきたいことってありまか？そうですすね。これを、なんか、これの、タワーの中に、一応キャラクターがあって、はいはい。これをメインでカメラで撮りたいっていう風になった時に、ちょっと、これを動かす、どれだなんか動かすと、これの、カメラに、このキャラクターに合わせてカメラを撮るのをどうしようかっていうのもちょっと悩んだっていうのがありまして、それをなんか解決したのが、これは1個分にしたんですけど、エンプティをそのキャラクターにくっつけるみたいな、そういう感じなんですか？そう、あれで、これ、ちょっとどれがどれやったかわかんなくなっちゃったんですけど、頂点ジオのカメラ追従とかやってるって感じそうですね。その頂点をこのジオメトリーノードのこの一個のタワーの中に含んでしまって、それを追従するっていうようなやり方をすることで、これちょっとめっちゃ重たいんですけど、このおあー。こすう動ごい。いてもちゃんと追従するっていうような、なんかそういうシステムをジオメトリーノード内で組んでしまうっていうような動きやり方を気持ち悪いっすね、これ。そうですね。もうこれはちょっと。なんかそれだけ、なんかすごい、パッと見すごく手作業でカメラ合わせしたみたいな、パッと見そういう風に見えるんですけど、そうではなくて、なんかそうですねあれなんですね。やっぱりシステマチックにカメラ追従っていうのを行ってるってことですね。そうですね。これに関しては、なんかそういうやり方を、多分これも自分で思いついたんではなくて、なんかを見て参考にしてっていうやり方なんで、完全にこのたくさんのノードを自分でやったかっていうと、そうではなくて、部分部分でいろんな人のを参考にしながらっていうところがあるんで、自分でやった総量で言えば、そこまでもしかしたら、いやー、これは自分でやったって言えると思いますよ。これは間違いなくノードを組んだのは、バーバパパさんなんで。まあ多分、後で見て、バーバパパさん以外誰もわからなければ、それはバーバパパさんが組んだノードってことですね。僕もわかんないですけど要。するにあれなんですよね。要するになんだろう。なんか、本当にこれってすごい、人の考えそのものみたいなところがあって、考えの過程がここにあるって感じなんで、もうこれを組んだのはバーバパパさんなんで、もうなんか、他人のをちょっと部分的に参考にしたとかは別にそんな大したことではないかなって。なんか組んでいくときも結構最初ってすごいシンプルだけど、だんだん欲しい機能を追加していくと膨れ上がっていくじゃないですか。そうなんですよね。なんかそれがすごい、アドリブ的にそれをこう追加していくと、こうなっていくなってのはめちゃくちゃわかります。うんそうですね。これで、使わなくなったところも、後々使うんじゃないかと思って、はい。残すんだなんけどかあれですよね、それがなんかもったいなくて残しちゃいますよね。なんかなんだろう、なんか、この機能使わなかったけど、でもなんかもったいないな、みたいな感じで。そうなんですよ。そういうのを残してしまうと、もうむちゃくちゃになっちゃうんで。私だったら、これは余計な話なんですけど、グループノードで残しておいて、必要な時に呼び出すみたいなのっていうのも、方法っていうのはなくはないんですけど。確かに。なんかどっからどこまでグループにまとめるかとか考えるのがめんどくさくて、いつも僕もその辺にポイってやってます。いや、でも本当そうですよね。でもなんかわからないってなるっていう、その後になって。でもなんか、あれだと思いますね。作品作ってるならではって感じです。なんか僕だったらグループノードむしろ使わない派ですね。グループにはまとめたくないみたいな。なんか残っちゃうじゃないですか、データとして。僕もそれあれですね、グループが、なんかしかも、001みたいな、点001が、あれが本当に。あれが嫌で、なんかもう、意地でもグループにしないような感じで僕は作ってます。なるほど。それで、グループにしない中ですごい整理するみたいな感じですか？そうですね。だからここにも映ってるフレームでしたっけ？ちょっと黒いやつで、あれ、ちょっと、そうですね、ひとまとまりにして、ちょっと埋もれてますけど、意味がないですけど。まあでも僕が。多分、しかも僕が作ったやつのそれ、残骸じゃないですか。なるほど。ハイプツイストだからあるんだ。いや、でもなんか、あれなんですね。藤田さんは日本語入力派だけど、
ババアさんと私は英語入力というか感じああ、ですそうですね。あなんかそこちょっと僕すごい気になってて、なんかババパパさんすごいカオスな作品なのにすごいパロメーターの名前付けとかすごい丁寧ですね。よね。なんかあれ英語で。ですね、パラメーターすごいなんか理性というか、なんか、なるほど、みたいな感じの。ここはさすがにわからないと、僕、アニメーションが何もできなくなっちゃうんで、ああ。はい。その、手前の見てくれだけを良くして、中身ぐちゃぐちゃっていうパターンですね。ありがとうございます。ちょっと今いろいろこう、なんかお互いのものを見て、いろいろ質問も飛び交い始めたところなんですけど、ちょっとそういった感じでいろいろこう、なんだろう、お互いのやつを見た上で、ここ気になったよとか、皆さん的にありますか？ババボさん以外のところでも戻っても大丈夫なんですけど。ああ、そうですね。なんかちょっとバーバパパさんのところで一つ気になってたのが、その頂点をトラックするっていうのがあったじゃないですか、カメラで。はい。それってあれですか、カメラの方にオブジェクトコンストレイントでしたっけ？ああいうのをつけて、それをカメラで追従する、トラックをつけてカメラで追従するみたいな、そういった作り方なんでしょうか？さっきのは、今見るとですね、はい頂点に、頂点グループに多分、ああ、はいその、一つの頂点だけを、一つの頂点だけをもう一、回共有してもいいですよ、画面。はい、すみません。で、これで、あ、多分ここに頂点があるんですけど、ちょっと見えて、これですね。こおーの頂点があって、はいこれ自体が、ちょっと、ノードのどこにあったかはわからないんですけど、はいこれ自体に、ストアネームドアトリビュートかな。さっき言ってた、ノード間で情報を共有するっていうのあったじゃないですか。はいはいあれで、多分、多分トラックっていう、うんバーテックスグループをなるほど。やることによって、これだけを追従するっていうようなやり方で、多分、このコンストレイントと合わせて、すごいこういう動きが作れてるっていう感じなんだと思います、これ。トラック用のオブジェクトをもう一個作ってってことですね。そうですね。ああ、じゃあ一枚かませた状態でないと確かにできないですもんね。そのジオメトリーノードの中のこのジオメトリーをトラックするっていうことはカメラだとできないので、そのはい。ジオメトリーノードのこの部分に影響して移動するオブジェクトにカメラが向くみたいな、あーそういった感じで作ってるという。そうですね。はい。あ今見たら、この頂点1個で、また別のノードやったんで、本当にそういう解釈やと思います。はいはい。それはすごい面白いことですね。なんか、ジオメトリーノードの部分だけにカメラを当てるとか、僕の中では今までできないことだったので、なんかそこはすごい今回勉強になりましたね。一つかませてやるってことですね。なんかそういうのってどこかで情報を仕入れたりしてるんでしょうか？これも多分どっかにあったやつですね。ああ、そなんの、か私もなんだっけ、なんかで、要するにそのキャラクターの、それはテスト用カメラだったんです。キャラクターの背後にカメラを置いて、こう、あれするのに、なんか、もう頂点追従をさせ、カメラに頂点追従させるっていう、まあ、カメラのシステムとジオメトリーノードを組み合わせるみたいなことって、なんか、やったことがあって、意外とできるんだな、って私。そういうチュートリアルって基本英語のやつを皆さん見てますか？ちょっとそれ僕も気になってたんですけど。私はYouTube の英語のチュートリアル見ました。僕も結構、まああまり僕はチュートリアル見る派じゃないんですけど、だいぶノードを自分で無理やりつないでみて試してみたいな、そういう感じで勉強してましたね。僕も YouTube なんですけど、それと合わせて、ブレンダースタックエクスチェンジとか、ありますね。それと、あとブレンダーアーティストっていう、なんかそういうサイトがあって、なんか結構先進的なノードの例を出されてる方がいらっしゃって、なんかそこを参考にすることが多いですね。やっぱり英語のその文献というか、ウェブサイトみたいなので、なんか掲示板みたいなの載ってるのを読んでって感じになる。そうですね。基本的に英語なことが多いんで、はいはいそれに合わせて画面も英語にしてるっていう感じですかね。そう、さっきちょっとそれちらっと気になって、藤田さんは日本語版で使われてるじゃないですか。はい。なんか海外のチュートリアルとか見たときに、そのノードの対応とか、はい。若干、なんか大変なこととかないんですか？そうですね。おっしゃる通りで。だから多分僕だけがそんなにチュートリアル見てないのかなと思ったんですけど、全くもう本当に片っ端から
ノードエディターに追加してつなげて、これこういうのなんだ、じゃあここつなげたらどうなるのかなみたいな感じでなし崩し的にその自分の中で知識をつけていったっていうタイプの人間なので、だからそこに関してはちょっと違うかもしれないですね。なるほど、なるほど。はい。なんか、結構ブレンダーのこのジオメトリノードって機能って割とアップデート激しいじゃないですか。新しい機能っていうのもあって、バージョンごとに新しいノードが入ったりとか、最近だと、シミュレーションノードとか、ちょっと前ですけど入ったり、あの辺って皆さん、なんか割と出たらすぐ試してみてる感じですか？そうですね。あんまりちゃんとすぐってわけではないんですけど、一応シミュレーションノードは私オリジナルでなんかノードを作ってまして、ちょっと公開してもよろしいですか？そしたら。ちょっとですね、時間が結構ギリギリでして。そっかそっか。はい、ごめんなさい。あんまりゆっくりは見れないかもしれないです。じゃあ、また今後じゃないかもしれないけど、すいません。なんか、そうですね。試しにやってみる。とにかく、なんか例えば、ツイッターとかで、今 X ですけど、なんか海外の人とかですごい変ななんかシミュレーションノードとか上げてる人がいて、そういう人って結構そのシミュレーションノード自体と一緒に上げたりするから、とりあえず自分でそれをコピーして作ってみて、で、なんか、これどうなってんのってのを、なんかこう解釈した上で、なんか、こう、自分でオリジナルのノードをそっから作ってみるみたいな感じのことをやったりします。なるほど。なんか、真似してその通り組んでいく中でも結構分かっていくというか、これこういう意味があって配置されてんだとかなっていきますよね。そうですね。なんか結構僕も使わないけどインストールというかダウンロードしてきてちょっと中身見て勉強みたいな、そういうことはよくしますね。やっぱり。はい。僕も基本的には最新のやつを使う感じで、でも、とはいえそのアルファ版とかベータ版はなるべくメインでは使わないようにしてっていう。ベータ版怖いですからね。アルファ版特に怖いですね。結構バグがあるので。そうですね。シミュレーションノードも即試したんですけど、なんか次で動かなくなるみたいなのがよくあったんで。いや、アルファ版の時のシミュレーションノードは本当になんかこう、動かなくなるどころか落ちましたね。そうですね。そんな感じでありつつもなんか、でも、本当別になんだろう。なんかシミュレーションノード試す時って別に失敗してもいいやって思とか、シミュレーションとか新しい機能試す時って、なんか別に失敗してもいいやって思ってやってるから、なんかこう、なんか全然、なんだろう。試しにやって動いたって時の感動もひとしおみたいな。じゃあ2.93 から3に上がるときに、ジオメトリノードがめちゃくちゃ変更になって、そうですね。その 2.93 の最初に出た時から僕使ってたんですけど、そのアップデートが多分今までで一番きつい、なんか全部やり直しでしたもんね。すごい名前がめちゃくちゃ変わったりしたんですよね。もう考え方が変わりましたよね。最初はアトリビュート属性をベースに考えてたのをもう全部やめて、フィールズってシステムに変えますって変わって、チュートリアルとかもみんな全部作り直してましたね。そうですね。そのレベルのアップデートは、あるかもしれないですけど、そうそうないやろうなっていうのがあるんで、興味があるなら、最新のやつを試すといいんじゃないですかっていう感じですかね、僕は。そうですね。と一室、藤田さん、なんかバージョンめっちゃ昔のやつ使ってるっていう。そう、おっしゃる通りで、僕今 3.65 で自主制作アニメーションを作ってるので、だから先ほどちょっと紹介した千賀のやつもすごい長いグループノードがあったんですけど、あれも今のインデックスのなんか、プルダウンみたいなの作れたんですよね。だから要するに新しく追加されたノードを使えばものすごくシンプルにまとまって作れるんですよね。だからそういう進化っていうのはすごい最近ブレンダーすごいですよね。だからそういう、そうですね。それのためにも。あれですね。だけどすみません。邪魔しちゃって。ジオメトリノードって基本的にバージョンアップしてもPython とかだとよく使えなくなるんですけど、結構その前のバージョン引き継いで読んでくれるから、試しに新しいバージョンに変えるとかやってもいいのかな、みたいなところはあります。だからそこがすごいジオメトリノード嬉しいところだなって思って、ソフトウェアアップデートに対して割と強いというか、なんか、このノード使えないからもう読めねえわ、このデータみたいな感じのことはあんまないなと、私はそんな感じで。大体勝手に置き換わってくれますもんね、アップデートしても。そうですね。なんか結構マテリアルノードだとそういうトラブルが多いイメージですけど、ただジオメトリーノードはなかったので、なんかそういうところは結構いい感じかもしれないですよ。はい、ということで、お三方からいろいろとマニアックな話を伺ってきたんですけど、ちょっとそろそろですね、時間が来てしまうので、いろいろジオメトリーノードの可能性っていうところを皆さん、知れて、ちょっと僕もいろいろと勉強になって楽しいセッションでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
はい。ということでですね、本セッションをもちまして、今回のブレンダーフェス 2024AW が、終了となります。また次の機会でお会いしましょう。なんかブレンダーフェス、また、次もやるかもってさっきちらっと聞いたんで、はい。ちょっと皆さんまた、さらにマニアックな、話を持ってくれるように、引き続きお楽しみにしていてください。ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございましありがとうございた。まありがとうございました。た。